いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。マーブラック乗り物 TV のマーブラックです。M です。ということで、本日はですね、この車両のホイールのリムがガリガリなんですよ。それなので、自分でできるアルミホイールのリムのガリ傷の修正を行いたいと思います。アルミホイールのガリ傷って結構ありがちじゃないですか。それなんですけども、自分でヤスリでね、研磨してできるホイールもありますので、そちらのね、ガリ傷修正をやっていきたいと思いますんで、アルミホイールがガリ傷だらけになってるそこのあなた、ぜひね、参考になれば、参考にしていただければと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラック乗り物 TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。はい、ということで早速アルミホイールのガリ傷修正をするんですけれども、まず条件としましてはリムの部分がアルミ削り出しのホイール、これに限ります。それ以外のホイールでもできなくはないんですけれども、その後にどうしても削ってしまいますので、再塗装っていうのが必要になってしまいますんで、今回のガリ傷修正に関しましては、アルミ削り出しのホイールに関してのガリ傷修正となりますので、こちらをですね、取り掛かっていきたいと思います。それでは、今の現状のガリ傷具合を見てみたいと思います。ということで、今、アルミのホイールはですね、一見これね、カメラで見ると大したことないんですけども、よーく近づいてみるとこんな感じで、ガリ傷だらけになってます。これはね、18インチ履かした時に、いろいろ試してね、オフセットとかを変更したりとかして、いろいろ試した結果に、リムとかボディにね、干渉したりとかで、このような感じのリムになってしまいました。こちらをですね、綺麗に直していきたいと思います。もう一周すべてガリ傷だらけです。これをどこまで修正していけるのかね、やってみたいと思います。同時にですね、マーブラのタイヤは引っ張りタイヤの状態になっているので、リムの裏側が元の黒の塗装がついてるんですね。それが、リム裏が見えてる状態でも、この黒塗装が見えてるのが気に食わないので、今回は、ここのリム裏も削って、リムの幅が広くなるような感じの施しもしたいと思います。一応ね、あくまで DIY なので、自己責任でね、やってください。それで、どんな感じでやるのかと言いますと、車の動力を使います。ジャッキで車体を上げて、もちろんパーキングブレーキを引いたまんま。その状態でドライブを入れて空転させます。通常の自動車というのは、負荷がかかってる方のタイヤには駆動力が伝わらないようになってるんですよ。簡単に言うと。それなので、削る方のタイヤをジャッキで上げて、削らない方のタイヤに板かなんかをかまして着地をさせてる状態。そして、削る方のタイヤだけを浮かせてる状態にします。そうすると、負荷がかかってないタイヤの方だけ回るような感じになりますので、空転させたいと思います。ただし、これ本当、万が一を考えて、重大な事故にもなってしまう恐れもありますので、必ずタイヤ止めとか、パーキングブレーキをしっかりかけるとか、ダブルのね、保険をかけておくようにしてください。それではジャッキで車体を上げます。ジャッキを上げたら、今こっちにスロープを2つ重ねた状態にしました。それで、運転席側のフロントだけが浮くような感じにしたいと思います。これで、ジャッキを下ろします。この状態を確認して、それからエンジンをかけます。ただ、エンジンかけてドライブにした時も、万が一ってこともありますので、必ずブレーキをそーっと離して、何かあったらすぐにブレーキを踏めるような状態にしておいてください。エンジンかけます。エンジンがまだ冷えてて、アイドリングが高いので、エンジンが温まるまでちょっと待ちます。その間に準備をしたいと思います。まずはバケツに水を張りましょう。それで、今回使う耐水ペーパーなんですけども、マーブラは一番最初に80番、その次に150番、さらに240番、その上に400番。これを
を使います。基本的には使ったペーパーの番数、倍の数字以内、番手を次で使うようにしてください。そうすると、だいたいその前に使ったペーパーの目傷っていうのは消せますので、それでやっていただくといいと思います。なので、マーブラはこれで4種類のペーパーを使って、最後にコンパウンドで磨き落としたいと思います。そろそろエンジン温まってきたんで、ドライブに入れたいと思います。これでまずは80番で削ります。水をつけて、ちょっとずつ、こうやってずーっと当ててるだけです。で、また水をつけて、最初のうちなんかは、ちょっとね、水が少ないんで、どんどんつけていきましょう。これで削るでしょ？削ると、ほら、もうアルミだから簡単に削れるんですよ。これ指ね、巻き込まないように気をつけてください。軽く添えるぐらいで結構です。ホイールのリムの方とかに手を突っ込まないでください。まずはマーブラは最初はリムの裏のね、塗装部分を剥がしてます。どんどん徐々にね、削れてきてる。塗料がどんどんなくなってきてるの分かるでしょ。緊急なんですけど、M さんが焚き火をしろと騒ぎ出したんで、ちょっと作業の合間なのに火をつけることになりました。今の気温何度か知ってますか？ 3度。鬼なの。だから焚き火しますよ。はい。はい、ようやく火つきました。愛媛の山奥じゃねえんだから、こんなところで焚き火させんな。暖かいね。あったけえけどよ。散々してたじゃん、夏でも。夏でも散々してたじまあな、バーベキューここでやってるからな。ゃん。うん。撮影中に焚き火させんなよ。誰が好き好んで寒い中ずっとただカメラ持ってる。もう、しか言わねえな、おめえな。あったけえだろ？うん。なんでそんなどうやって言ったの？あったけだろ。いや、じゃあ、いい加減にしろよって言いてんだよ、俺は。あ、そうか。車燃えちゃえ。そんなん近づけるからじゃん。こっち寄せりゃいい。このバイク燃えちゃえ。バイク移動すればいいじゃん。だけね。あったけえけど作業進まねやりゃいいじゃん。ほら、やりな。え。いや、できねえっつうのまだ2つある。おいおいでいいんじゃないの？入れろ。うん。作業する。はい、じゃあやります。ポイントとしては、こうやって削ってるとき、深い段差があるところは引っかかるんで、引っかかりがなくなるまで回し続ける。うん。そこがポイントかな。その段差まで全体を削るってことだもんね。そういうことです。なかなかでも深かったよ、傷。そこのポイントだけ削ると不均等になっちゃうから、外周全部を削り落とす。見た目綺麗な方がいいからね。そう。よし。さあ、じゃあリムを見てみましょう。ご覧ください。まずこのリムのね、裏側の部分も綺麗に黒い塗装が取れました。それからガリ傷が一切ない状態とね、なりましたよ。綺麗でしょ、これ。こっちから見ても、ほら、バリッバリに。ただ本当にアルミの削り出し状態みたいな感じになってるんで、これをもうちょっと番手の細かいヤスリで段階的に削っていって、綺麗にしていきたいと思います。次は150番ペーパーを当てていきます。いきます。これでまた150番を一通り研磨して、150番以降はもうガリ傷は消えてるので、鳴らす程度で結構です。これでね、150番鳴らし終えたら、削った後を見てみたいと思います。はい、じゃあ150番終わったんで、止めて見てみましょう。150番終えました。どう ?M さん的に。ちょっと荒削りが幾分増しになったね。まだまだだけど。鈴がこう、すりガラスみたいに入ってる。だいぶ均等になったね。ガリ傷はもう一切なくなったでしょ。ただ、ここら辺でわかるんだけど、ここの削ったところと、もともとついてたクリアの塗装の層がここで分かれてんだよね。なので、ここは正直出ます。だけど、ガリ傷あるよりよっぽど目立たないので、これをね、承知の上でやるようにしましょう。これシルバーだから。そうなんです。シルバーだからこういうことができる。
だからこれで色が入っちゃってると、この後にまた塗らなきゃいけないとか、そういうのが出てきますので、塗料全部落とさなきゃいけないってこと。そういうことだね。なので、今回はこのアルミ削り出しのやつだから、削って磨いてで終わるので、それで済む話なんだけども、塗装されているアルミホイールをやる場合は、その後に塗らなきゃいけないというような感じになります。続いて、240番。このペーパーでやっていきたいと思います。240番。ここら辺まで来ちゃったので、鳴らす程度でいいんだ。くれぐれもこんな脇見とかしてね、作業しないように。はい、じゃあ240番終わりましたので、どんな感じになったかを見てみます。だいぶね、ツヤは出てきたんじゃないかなと思います。さあ、こんな感じ。どう？全然わからない。気持ち滑らかになったかツヤ加減とかは正直あんまわからないんだけど、ポリッシュ仕上げのアルミだから、こうやって削ってね、ガリ傷がないのになれば、かなり目立たない印象になるので、こんだけあんま変わってないんですけど、とりあえず最後400番、これをやってみたいと思います。400番もね、これで鳴らす程度で大丈夫。一番最初の80番の時に、ジャッジャッジャッっていう音あったでしょ。もうなくなってるんでしょ。当然なんだけど、400番とかはもう本当仕上げなので、奥の奥の方までできるだけ手怪我しない程度やってください。さあ、ここで音声トラブルなんで音声入れるんですけども、いかがでしょう。400番で削った感じなんですが、このような感じで綺麗にリムを落としました。そして今これですね、極細コンパウンドで磨こうということで、マイクロファイバーと極細コンパウンドを紹介しているところとなります。乾いたタオルでですね、一周ホイールをきれいに拭いて水気を取り除いてます。そして再びタイヤを空転させている状態でコンパウンドを塗っていきます。コンパウンドのボトルをよく振ってですね、よく振ったら液剤をマイクロファイバーに適量なじませます。量が少ないんでね、ちょっとなかなか出てこないんですけれども、適量をつけます。これぐらいで結構です。そしたら空転しているホイールの方にそーっと最初はなじませて、飛び散ってしまうんでね、最初はなじませて、そこからじわーっとホイールにマイクロファイバークロスを当てていくような感じにします。ずっと磨いてるとこうやってね、マイクロファイバークロスが真っ黒になります。削れたアルミ粉がねついてますんで、こんな感じで磨かれてツヤが出ると同時にマイクロファイバーの方は真っ黒になってきます。そしてしばらく磨いたんでホイールを止めて、それでリムの部分を見てみましょう。さあ、いかがでしょうか。400番で磨いた後でも極細コンパウンドでここまでねツヤを出すことができます。正直もともとホイール全体にですね塗ってあったクリア塗装とこの磨いたところの境目っていうのはよく見ると正直気づいてしまうんですけれども、それでも先ほども言った通りガリ傷があるよりかは全然見応えのあるホイールとなってますんで、マーブラはこれでいいのかなと思って今回これで仕上げました。ということでまたお会いしましょう。さよなら。ワゴンの世界踏み込むこの瞬間、水に乗って揺れる心の音、カスタムの夢、鳥肌現実へ希少なイニシュ、この